私嬉しいな、それのカード入ってるかなって。ジェイドライフも強いなって。でももう当たり前。本当に強い相手だし、準備の時間が欲しいというのがクレベルの本音だったと思います。むちゃくちゃ無理してもらって5月4日に分かったと。ライジン言ってたね、クレベルでお願いしてが、クレベルの今チャンピオンだったらそれお願い。私それが嬉しいな。みんなファンとかクレベルの訪問なんですか、クレベルだけがそれできるかな。前私それがトコドームで自分の人生変わってるけど、でも今からもう一回で人生もっとレベルアップしたいな。Кыргызстан аймагы абдан тоолуу мамлекет, жашап келебиз. Буюрса Кыргызстан абдан керемет мамлекет. Жашоого керектүү бүт баардык нерсе бар да. Себеп эртең менен турасың, этти жейсиң, тренировкага барасың, келесиң, эс аласың. Ата-энемдин дуасы менен ушинтип ийгиликтерге жетип келип атабыз. Буюрса тренировкага барабыз, келебиз, уктайбыз, эс алабыз, кечине кайра тренировкага барабыз. Жашообузда ушул спорт болгондон кийин ар дайым бир ийгиликке жетиш үчүн жакшы эмгек кылууга аракет кылабыз. Апасын жашырып койгондо канттарды издеп табып алгандары кызыктуу окуяларсыздар да эмне? Балалык кезде ойлойм ар биринде элеキルギスはやっぱすごいですよ。ダイヤの原石ばかりで、一昔前で言うとアメリカはレスリング、ブラジルが柔術っていう部分だったのが、キルギスはやっぱ変則的な打撃ですね。今世界中でキルギスの選手たちがもう散らばってあっちこっちでもう食い散らかしてますね。決まりました。落ちたか？いや、これも止めた方がいい。ここで止めた。この間 GFL にサインしたと適当なことも流されましたし、大手影響力のあるマネジメントがやっぱ彼のことを見て自分の選手として欲しい、UFC に連れて行きたいっていう野望だったりするものはたくさん、見えますよね。Рингте эми ринг болобу, октагон болобу мага айырмасы жок. Эң башкысы ошо правила болсо, ушкандан кийин андан кийин буюрса ошо рингте дальше кандай максатыбыз бар, эмне кыларыбызды айтабыз. Райзинг уюмунда Кыргызстанда бир дагы боец болгон жок. Эми буюрса тем более уже титульный беттеш болуп атат. Ошондуктан ойлойм азыр кыргызстандыктар, не только кыргызстандыктар, ойлойм уже Средняя Азия райзингди уже интересует райзинг жөнүндө көрүп атышат. 一つの路線を決めたらひたむきにそこを目指すっていう部分があると思っているので、他に誘惑がないんじゃないですかね。ライジンが、彼の生き様っていう部分に対するものを与えている以上は、ここまで彼も別に UFC っていう風に固執してるっていう感じはしないですね。彼が強いけど、でもまだトップ選手じゃないな。3試合変わってみんなもうやばいなって、みんな外人入ってるとかみんなすぐそれやるな。彼がまだ若い、気持ちある、力あってる。タットールだったらプレッシャーちょっと違いますな。私これ格闘技のベテランだったらいっぱいの試合してる。試合の日だったらレベルでちょっと違います。それが彼が絶対に、私彼が止まるで間違いないです。まだ早いです。一本勝ちしたいで、それ間違いない。自分の黒帯だけじゃなくて自分の先生、何かかな。
頭大きいだったら首あまりない。でも三角入ってる絶対逃げてないです。 Her bir adamın özünün tek oyu var. Mahvo aytsa aytırıştı o'shancha. Nechun ishlayman bo'yda har narsa bo'lishi mumkin. Biroq meni qanday jengerim men ko'rmayapman-da. Men ani qanday jengerimni уже я чувствую да. 自分の階級がぐちゃぐちゃして外人入る。でも強くの日本人で近くいない。私外人けどでも半分日本人。絶対があっちのベルトで行きたくない。絶対がベルトの日本そのまましたい。私前や千尋選手それが約束か。Eştepe'de ayta olmayım biroq hozir. Men o'ylayman, birinchi, ikkinchi raundda men ani jang. 自分も好きとか嫌いでやりますです。日本だったらみんなできれば私応援してお願いします。O'zimning titulumni olgani baram buyursa, так что готовься. Шедрайв, Рус, Вупега! UFC 決まりました。ぜひ応援してください。お願いします。もう一回シャッフルをして今年の夏からフライ級のグランプリをスタートします。おい誠、おい誠、お前なんでうちの道場辞めたか言ってみろよ。環境変えるしかなかったんです。うるせえよ、喋んな。喋る。18の時にお前、俺が香川で試合した後に喧嘩売ってきたの、なんで喧嘩売ってきたか言ってみろよ。お前がうるせえ、喋んな。おいつまんねえよ。おいパチンカスなめんなよてめえ。おい体重も作れねえんだろお前。左のストレートが出ましたが、しかし組みついてきた。57じゃなくて59でって言ったら、すっげえネチ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 57だの58だの58.5だのすごい言われたんで、男祭りふさわしくないなって思いましたね。なんでお前格下のお前に合わせないといけないの。右の肘を叩き込んでいきます。この肘だ。出血が見られます。じゃあ格下にやられるの楽しみだなお前。そのストレートだ。一気に食ってく。負けたやついらないっしょ。うるせえ喋んなお前。おいつまんねえそれぶっ飛ばしてるからな、見とけよ。かかってこい、やったろら。一番険しい道たどってるじゃないですか。常に僕が勝ったんですけど、あいつは結構フィジカルで潰されてみたいな感じで負けて、あいつはふさわしくないですよ。もうグランプリ出させんようにします。まあムカついたっすね。俺怒らせたら後悔するっすよ。あいつレベルは違います、僕とは。さあそして伊藤有希、ダウンを取っていったパンチを決めた。軽いでしょ腰は。ひたすら寝かせてボコりますよ。ただあっさり締めて終わりとかつまんないじゃないですか。最悪のパターン、なんかネチネチ組みに来てアーセンの時みたいな感じで時間使われてトップキープされたり、まずそこをじっとこらえて一発
僕の好きではないタイプですね。顔と一緒で削りますよ、めっちゃ試合でぶつけますよ。結局最後ひっくり返すのは自分のこの手なんで、この手で全部今ひっくり返していけるんで、パチンコも一緒です。堀口さんがいなくなったからフライ級ダメだよねって言われるようじゃダメなんで、その後はしっかり僕が引き継ぐんで、ここで僕がグランプリ優勝して僕の時代を作ります。そのために今回優勝します。ふさわしくないやつはいらないじゃないですか。まず一人潰します。ありがとうございました。前回の東京ドームのライジンの日って何してたかなと、39度とか熱が出てこう家でペーパービューで見てて、でも必ずでも俺はここに復活するっていうやっぱ思って見てたんで。荒江空松野親高木24歳です。リングで戦うことができなかったこの2年間、対戦相手はクローン病という病との死闘でした。絶望からよみがえるストライカー。彼が一番いい時が出れば本当大木久保クラスですね。はい、フェイント蹴りから右のストレートでした。じゃあ右一撃這い上がってきた男は強い。戦うことはもうこの上なく幸せで、医者が無理って言っても、もう親を困らせても女を泣かせても、もうやめられないんです、格闘技だけは。ひどい時はもう道場にも来れなかったですし、で来た時は散歩しかできない時がもう1年2年ぐらいあったんですかね。果たして本当にこれ復帰できるのかっていうところまで行ってました。まあもうこれしかないんで、はい、本当に。彼はね、多分諦めなかったんでしょうね、ずっとね。原因不明の難病、クローン病はまだ完治してはいない。なぜ、何が彼をリングに向かわせるのか。左フック、ロングフック上から鉄槌。聞いてないはずないですよね。うわ、来た強烈、失神だ。僕は不死身ですので、また応援よろしくお願いします。どちらさんありがとうございます。俺は一番知ってたもん。よく入らなくてよかった。本当に夢のようだよね。本当かな。他ずっとさ、夢の中にいるみたいな。いつ練習ができなくなるかっていうね、危機感の中でやってるんで、すごく集中したトレーニングができてると思ってます。はい。まあ最後になるかもしれないからこそやっぱベアナックルやってみたいっていう。BKFC 無敗の現役チャンピオンジョン・ドッドソンが威風堂々こう進めていきます。バンテージだけなんですね。巻いていますけど拳むき出しなんですね。はい、戦ってる時間が一番幸せなんで、僕はアドレナリン全開で、はい。そうですね。飛び込んで右。それをさつけられてる。ちょっともらいましたね。ダメを取りました。そういう声聞こえてこう弱気になっちゃダメだと、はい、前出ないと思いました。1分経過。もうここで終了。判定に入ります。現役の BKFC フライ級チャンピオンジョン・ドッドソンが副市長曽谷貴樹を判定で下しました。BKC の役員が見てて、どんどん再現下がらないかもしれない。初めてだった。全然下がったから。
やっぱり自分のストロングポイントを確認できたというのは、はい、あるし、ファンの方が喜んでくれたっていうのが、すごく嬉しかったことでありますね。ダウンは取られましたけれども、いい試合で、その中で、今回男祭りっていう風にテーマがシフトした中で、じゃあリマッチはどうですかと、今度 MMA でと。今日は右だ自体すごく調子いい状態なんで、全く違う試合を見せてくれると思うし、それはどんどん進化している状態だと思ってます。戦いの舞台に立てるっていうことがもうやっぱ幸せですし、前回ソヤコールとか聞こえてすごい歓声が聞こえたんで、でもやっぱりそれを超える、試合をしたいなと思いますね、ドームで。MMA だけど初めての試合というよりかは前回の続きっていう認識で2人とも来ると思いますので。多分1ラウンドから打ち合いに行くんじゃないかなと、そのセコンドの指示も無視して。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やりましょう。会社は正直やっぱお通夜みたいな雰囲気。現役フジテレビ7年目宇田剛也と申します。このラウンドも行くしかない。来年入ってから決まるんですけど、僕自身はいいのかな、バラエティとかに行きたいんですけど。会社も正直いろんな悲しい事件がいっぱい起きて、今僕にできることって挑戦することを見せることで、会社も、これを見て変わってくれる人が多くいたら嬉しいし。9対2アッパーだよ。そういいよいいよ。人事呼び出されて会社辞めるか試合出るかの2択をしろって言われて、もしくはクビの可能性が高くなってました。もうお台場で一番強いよ。いよいよ。危険性のあるスポーツだから就業規則的に認めることはできないっていう話だった。逆にモチベーションにはなってます。だからそんぐらい言ってくれてありがとうって気持ちもあるし、だから僕今できること本当ファイトなのかなみたいな。ありがとうございました。ありがとうございました。やりましょう。K1 のかまいたち浅久太陽。太陽です。K1 を一番愛してるのは自分だなっていうのは思ってますね。ライジンのロゴが入ったグローブを拳につけてリングへと向かってまいります。 K1 を代表してやってライジンで戦うっていうからには勝って当たり前、もし負けるようなことがあったらもう首つらなきゃいけないぐらいの気持ちでやってるんで。K1 の強さを、そしてこの浅久太陽の強さをみんなに知ってもらって、俺も K1 見たいな、私も K1 見たいなって、そうやって思ってもらえたらそれが最高かなと思ってます。向こうがうざくて強いとかじゃなくて、一番もうはっきり言って命乞いするぐらい絶対的な強さを見せたいと思ってるんで。最悪クビになる覚悟でここ来てるんで。ここで勝たないとマジで俺人生終わるわみたいな、勝ったら逆に人生始まるわって感じもあるから。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やりましょう。9対2アッパーだよ。そういいよいいよ。あの祭りが帰ってくる。男の中の友達出てこい。
心男祭りフェザー級タイトルマッチ。愛と怒りの喧嘩充実、日本にベルトを守れるか。風と大地の天然狂気、負け知らずのイヌワシ。クレベル小池 VS ラジャブアリシェイドライフ、復活の祭りだ。路上の伝説、再び四角い戦場へ。男気同士の戦いじゃないですか、鈴木千尋と俺の。稲妻ボーイ、東京ドームにサンダー落とせ。長谷川さん、ドームでタイム張りましょう。朝倉未来 VS 鈴木千尋。19歳のスーパーノーバ、ワンパン秒殺スラッガー高木 VS 秋元。蘇った悪童、チーム未来の特艦小僧萩原 VS 西谷。ベラトールバンタム級の大物 VS 忍者レスラー。音速のラフダイヤモンド、5連勝中剛腕ギャンブラー新竜 VS 伊藤。ミュータントタートル VS 松戸の不死鳥。MMA で再戦 JTT のヤングガン、ブラックローズの問題児、終わらない抗争。最強 DNAVS ブレダウの闘神、平本の弟かライズ王者か。 K1VS フジテレビジョン、サクジュニア東京ドームに立つ。立ちはだかるは頑固者の遺伝子、中村 VS 桜庭。ワールドグランプリヘビー級トーナメント、令和の大和魂、ブラジルの猛犬と激突。怪獣どもが未来からやってくる。日本最強空手男児、百戦錬磨の決め侍。1回戦で日本ヘビー級最強を決めろ。いざ集え。